早く組みたくて仕方がなかったんですけどね。いやそう俺もそうだったんだよ。さあ来たぜ念願のこの日のために組まないでおいた。見てください。あいいじゃん。あラメないんだ。ラメなしブラックです。いいな。あれそもそもあれですよね。ライトニングから乗せ替えでしょ。そうもうまんま。そうですよね。うんそうだね。ヘッドとステムが変わるぐらい。僕はフロリダマンからホイールは乗せ替えるって感じ。他はもう全部あるパーツで、俺もほとんどあるパーツですね。新しく買ったのはヘッドセットぐらいかなって感じで。そうだね。タイヤ決まってますもう。決まってる。何ですか。グラベルキングの安いし SS です。 SS。そうまあサイズいくつですか。38にした。細いかな。いやなんかさやっぱスキットも楽しいからさ、はい。ある程度こうスキットしやすい太さみたいなのが欲しい。金谷さん 650B。 そう 650B 6フィクシー B って誰か言ってたわ。6フィクス、ああなるほど。そう CB。俺も6フィクシー B ですわ。フィクシーなの。あ、そうですよ。固定で。固定で組むんだ。結局固定で 650B のバイクが東京で一番調子いいってロマンスさんとパトリックさんがそうだね言ってたもんね。やっぱそうだったんだと思って、いやでもね実際本当楽しい。でどうしてももう一回ずっと組みたかったんで、違うバイクで必ずやろうと思って、ライトニングとかもそれこそ考えてたんですけど、ライトニングね。シングルスピード。そうどっかやっぱこうランドなジオメトリーだからなんかホイールベース長えなとかちょっと感じてたの俺。タイも金子さんの設計で生まれたフレームで、やっぱ多分スチームローラーとかちょっとこう古いロードとかのジオメトリーを参考にしているところもあるようなのでちょっとこうパキパキのトラックバイクっていう感じの乗り心地ではないっていう。それもまたいいよね。そうですね。めっちゃ楽しみです。パキパキするのもまあ楽しいんだろうけど、試乗車乗るとマジで最高っぽいんで。あそう、はい、俺今シングルスピードの自転車がもうバラしたことによって1台もないのよ。でもなんか無償に乗りたくなるじゃん。はい、なんかこう1個持っときたいみたいなのない。もう年末ぐらいからずっと言ってるその話そう違うたびに。でももう全部あるパーツで組む感じですか。でもなんかステム買うかもな。でもそれ以外は全部あるやつ。サドルがどうしようもないのしか今入ってないですねその緑のキモいね。そうなんですよ。でも緑良さそう。確かに肝緑いいじゃんそれほらいいじゃん。なんかもうかっこいいわ。黒ずるいなサイズマジで違うと全然印象違うっすね。違う乗り物みたい。でもかっこいい。どっちもねかっこいい。そもそもシングルスピード何代目ですか。3代目。3代目スチームと違う4代目だ。フランク・ジョーンズとそうですね。デジさんに譲ってもらったライトニングボルトのブレイクアウェイと、この子。今までのフレームもう全部乗せ替えに乗せ替えてみたいな感じ。乗せ替えに乗せ替え。だからこのホイールずっと使ってる。このホイールマジでずっと使ってる。そうですよね。そうこれはね多分フランク・ジョーンズ用に組んでもらったやつ。やっぱそれがいいですよね。なんかシングルギアって何もそんなに難しいこと考えずに。そうここのねハブのスペースさえフレーム合ってればね。1個のホイールでもう大体リア 120mm なんで。そうだよね。僕の前のやつちょっとフロリダマンは130でしたけど、あれはまた特殊車だからね。普通はだって120ね。もうそしたら大体どの自転車でも乗せ替えて1個のホイールが使えるっていう。どんどんパーツ一個一個もなんか年季出てきてかっこよくなるし。そうですね。それがシングルスピードの魅力だよね。結構今まで乗ってきたカーネルさんのシングルスピードって、全部なんていうんですか、シャキシャキトラックバイクっていう感じのものじゃないですよね。じゃないね。もうなんかまあそれってなんか理由あるんですか。いやなんかねないたまたまそうなってたまたまそう乗れるサイズとかもあるけど。そっか 650B でそもそも組めるバイクっていうのが今まで全て共通してるんですよね。そうだね 700C 1回スチームで乗ってたけどやっぱなんかちょっと大きいなって感じてたから、でなんか 650B のシングルスピードっていいよなって思って。650B のシングルスピードってそもそもそんなないジャンルじゃないですかまあね
謎にブルーラグーンのフレームですごい多いですけど多い。パネルさんもそのスチームローラーもともと 650B で組んでたけど、それをそもそも形にしてくれたのは金子さんで、そうだね、すごいっすよね、あれまあ本当に当時は魔改造って言われてたけど、なんかもう今普通だもんね。普通にいろんなお店で全然お見かけするっすけど、ね、で今まで乗ってきたシングルスピードって全部ほぼほぼ自分で組んだ感じですか？そんなことはない。スチームローラーは、まあ、入社して初めて組む自転車で、シャミさんとみたいな。そうなんか、まあ、ちょっとやっぱせっかくバイクショップで働くなら、はい、まあ、自分である程度こう形にできるようになりたいなとも思ってて、はいはい、でスチームローラー買いますってなって、まあ、最初はシャミさんが組んでくれるっていう話だったんだけど、はい、やっぱ自分でやってみたいですっていうお話をして、営業終わりにコツコツ教えてもらいながらやって、最終的になんかもう本当に今日組み上がるっすわーって時2時ぐらいまで2人でシャミさんもずっと付き合ってくれて、もうあれは嬉しかったけど、初めてね自分が作業した自転車またがってね、夜中ラーメン食いに行ったよやっぱギアがないだけでだいぶなんていうんですか、そうだね、気持ち的に楽ですよね、僕もやっぱ最初は本当そうでしたね。なんか何もかもこう、まあ、シンプルだからね、やっぱシングルスピードずっと好きだよね。でなんだっけな、フランク・ジョーンズが、奇跡の1個がなんか倉庫で見つかって、昔デジさんが欲しいっつってたよねみたいなメッセージくれて、いや買いますってなって、それも確かホイールは多分組んでもらって、ホイール組むのとかやっぱ今回もヘッドセットは、入れてもらった、入れてもらってたり、なかなかそこをお客さんがやるのってそうだ、まあ、専用工具もね必要だもんね、だって、でそこは多分結構ハードル高いと思うから、まあね、大体まあヘッドセットの取り付けは自分で組む場合、まあ、そこまでは大体させていただくこと多いかなと思うんですけど、そこまでいっちゃえば意外とそんなに、そうだね、ギア付きの自転車で例えばディスクブレーキとか最初にいじるとかってなったらちょっとうってなるかもしれない、そういうあれはないかもしれないですよね。確実に工程が少ないと思うんで、作業の入社してフロリダマンを買ったんです。一番最初に買ったのはあれだったっけ？エバージョンは持ってたんですけど、そうだよね。でフロリダマンを初めてちゃんと組んだ、だからちゃんと自分で初めて組んだ自転車、僕もシングルスピードですね。やっぱあれだよね、もう休みの日の大地さんにお願いして、めっちゃ鮮明に覚えてるんですよ、その光景を。で最終できた時に、結構渋いんちゃうんって言ってくれて、それがめっちゃ嬉しかった記憶がありますね。ハンドルバーバックつけたら結構渋いんちゃうこれみたいな言ってくれて、いいね。やっぱあれだよね、結構ブルーラグもシングルっていうか、まあそのトラックバイク屋さんとしてこう始まって、結構その入社してすぐのスタッフでまずシングルスピードみたいな人多いよね。そうですね、やっぱメカ的にもやっぱそうなんですか。お勉強になるし、はい、でもなんか俺もこうやってなんか最初から自転車組むの超久しぶりだわ。これもカネさんよくなんかエバージョンにラックつけたり外したりを自分でやってた記憶が、僕が入社したての時はあるんですよ。そうだね、最近でも本当自転車いじってなかったかも。けどやっぱなんか改めてこうやって友達っていうか、まあ友達でいいですよこうやって休みの日とかさ、集まってさ、まあ、なかなかこういう環境ねある人も少ないと思うけど、少ないかもしれない。でもシングルスピードだったらまあまあギリ家で全然新聞あれだよね、先輩スタッフとかさ、昔さ、その競輪のフレームとかをさ、家にさ持ち帰って新聞引いてみんなでワイワイやりながらこう言ってますよね、組んでたみたいな、よく話聞くよね。やっぱそういうプロジェクトっていうか、なんかこう野郎同士のなんかこういうコミュニケーションっていうかさいいよね。アメリカみたいにガレージがあればね、まあそうですね、超いいよね。でなんか、まあ、ちょっとこう楽しみながら自分の生活支えるものがこう、生み出されるっていうのは
なかなかまあもちろんお店で僕たち組ませてもらってみたいなのもいいし、けど、まあ、シングルスピードだと特にやっぱ今まで乗ってたやつから乗せ替えたりみたいなとかは特に簡単だと思うから。そうだね、はい、ほぼ使うパーツも一緒だったり。本当にパーツ買ってないもん俺今回僕も本当にヘッドセットか今んとこ、あとタイヤか。そうですね、あとカーネさんチュー特に多分もうほぼ規格一緒なんで。そうだよね、1インチアヘッドのかスレッドかだったぐらい。そうだよね、それで本当難しいヘッドセットのとこぐらいはお店でお願いして、やってもらえればね。意外と自分でできちゃうし、そのできちゃうからやるっていうか、その面白いんで一回やるとね、なんかやってみたら意外とフレームでこんな乗り味違うんかとかもあるし、しかもなんだろうね、こうあんまりお金かけずいろんな自転車っていうかいろんな乗り味を、ね、乗り換えつつできるのがいいよね。まあ、しかも一回できちゃえばあとはそれに伴って必要な工具も揃って自分でなんか起きた時に修理の作業するのも簡単だし、でまあ日曜大工じゃないですけど休みの日に自転車乗りに行くのにプラスしてちょっとなんか、まあ、最初はなんかハンドル交換からとかでもいいと思うんですけど、ワイヤー交換しないハンドル交換だったらね、もうただ俺よくやるよそれ家で。そうですね、ステル交換とかよくやってるイメージあるんですね。そう全然本当家で一瞬でできちゃうから、ね、一瞬でできるのに乗り心地変わったりするのも面白いし、楽しい。それを自分でできるっていうのも今変えたいって時があるじゃないですか。いやあるよ、深夜のそのテンションで深夜ほどないそういうのいやいや本当そうっす。一回こうなんかあーっつってこうベッド入今ってさっていうそうなんかちょっとこうゆっくりしてさ、あれこれにこれかっこいいんじゃねってなってもういても立ってもいられなくなっちゃうよね。そういうのがなんかあるんで、ちゃんとその組むだけじゃなくてもちょっとその作業する楽しさみたいなのがそうだね、少しでもみんな感じてくれたら嬉しいなみたいなちょっと思いますけどね。いいっすね。いいの？大丈夫？なんか普通だね。まあいいのか、禅の世界だからね。別に普通ではないんじゃないですかなんか普通なんだよな。まんまの世界だからまんますぎる。確かに新鮮味がないだけか。ちょっとじゃあなんか変えましょうよ。なんかハンドル変える？ハンドルか、スラットバーとか。スラットバーでもね、シャキット系シャキット系にしてみる。結構気持ちいい系ですよね。気持ちいい系だね。乗りやすいかも。マジでいいわこれ。ああいいね。なんかやっぱこのスレッドステムの柔らかい感じがでもマジでそうっすね。軽い気がする。気持ちよく乗れるわ。確かに。いやマジでいいっすね、マジでいい。なんだろう、柔らかさ。そうっすね。なんか長い距離乗れそうな感じっていうか。ああ確かにそれが正しい表現かも。疲れない。そうっすね。トップ580もあるのかこれ。サイズがめっちゃ良かったかもしれない。ちょっと迷ったんですよ。サイズ？これで L？ 一番大きいやつ。一番大きいやつ。いやいいかもしれないぞこれは。今まで乗ってたスチールがトップチューブ550で、ロングステムでリトルニックみたいな感じだったんですよ。そうだね、確かにトップ長いから。そっちはなんかもうなんつうんですか、足回りもちょっとこう硬くてタイヤももう 25C とかしかずっと履いてなかったんで、全然違いますね。ね、なんか固定ギアでもなんか怖くない感じで乗れる。しかもすごい見た目がかっこいい。いや楽しいかもしれないこの自転車。